今使っているクッションファンデは捨てた方がいいです。お客様との会話の中からクッションファンデを使うようになってからニキビがすごい増えた、お肌が荒れたっていうお話から、クッションファンデって実は結構怖いんですよって言って、いろんなファンデーションがある中でも一番と言っていいほど実は汚い肌の原因を作ってしまうんですよっていう話をして、っていうね、驚きとともにですね、そういう話題があったので、それをね皆さんと共有したいと思います。クッションファンデって使ってらっしゃる方多いと思います。手頃だし、もうほんと簡単だしね、綺麗につくしみたいな感じで、韓国の方から来たファンデーションですけれども、すごく流行っていますよね。クッションファンデの何が汚い肌を作ってしまうのかっていう、私たちエステティシャンから見ればですね、クッションファンデだけはですね、買ってきてですね、やってみせようかと思ったんですけど、絶対に使わないものなので買うのがもったいないっていうので、すいません、買えなかったです。でも知っています、クッションファンデがどんなものか、そして何がそんなに悪さをしてしまうのかっていうことをね、私たちの中では当たり前の話ではあるんですけれども、使ってる方も多いと思うので、今一度ね注意喚起したいと思いますね。クッションファンデなんですけど、何が他のファンデーションより危ないかっていうと、実はパフもさることながらクッションの部分にあるんですよね。クッションファンデって構造上水気の多いリキッドファンデーションみたいなのをそのクッションに浸してあるんですね。でそれをパフで取ってクチュクチュクチュって取ってつけるんですね。だから一瞬手が汚れなくって便利かと思うんですけれども、パフは洗えるけどこっちの本体の方のクッションを洗う人っていないと思うんですよ。クッション洗っちゃったらなくなっちゃいますから。パフは洗うけどクッション洗わないとなると、このパフで取ってクッションでつけて、パフで顔を塗ってつけてっていう、この行き来がここでされていて、このクッションの方に肌の上の菌とかパフがついたものが全部移ったままになるんです。雑菌やあとカビは皮脂が大好き、栄養として皮脂をとっても好みますね。ちょっとここにお写真があるんですけど、これ理化学研究所さんが出してきたパフの表面を取った何がついてるかなっていうシャーレの中身すごいですよね。これ大体がですね、検出されたのが一般細菌が630個、あと真菌と言われるもの、真菌ってね、カビのことです。カビが57個、あとこれに黄色く見えてるのは、これはですね悪玉菌と言われる黄色ブドウ球菌。これは誰でもが肌の上に持ってるものなんですけどね、食中毒の原因なんかにもなる黄色ブドウ球菌、これが肌の上でいると、ちょっと悪玉菌って言われます。皮膚常在菌のバランスが崩れるとガーッと猛威を振るってですね、肌荒れの原因になるもの、細菌もそうですね。そこで問題になるのがこのね、真菌、カビですね。この真菌っていうのがね、顔カビとかカビのニキビっていう言われている、ニキビみたいに見えるけどニキビじゃないニキビみたいなのを作るんですね。これが超厄介なんですね。パフを洗えばね済む話なんですよ。いつも清潔に保っていればそんなに怖いことないんです。ファンデーションを使ってそれこそきっちりとメイクを落とせば、顔がカビが繁殖したりとかね、すごい肌荒れになったりとかっていうことは基本しないことなんですよね。私たちはエステティシャンの立場で言えば、あんまりそのオイリーなファンデーションとかは美肌を作るためには賛成しないんですけれども、使えば必ず肌が荒れるっていうわけではないですよね。まず細菌とかカビが繁殖しやすい条件、好む条件が3つあります。1つは温度ですね。適度な温度、これがね何度ぐらいからっていうと、20度から40度までの間、40度だと随分高温ですけど、20度だったらもうすぐ春になったらすぐ20度になっちゃいますね。密閉されてるじゃないですか。だから温度高くなります。20度からもう繁殖しやすくなります。カビや菌が好きな温度になります。まず温度でしょ。あと水分、高温多湿と言いますけど、この水分ですね。 100% こってこてのオイルのファンデーションもそれはそれで悪いけども、実はカビとか菌とかが繁殖するっていう水気はないわけなんですよ。水気はないんです。クッションファンデはどうかっていうと、水気がめっちゃあるんです。そういった菌とかが繁殖しやすい環境なんですね。オイリーなファンデーションよりもずっとそうなんです。あとパウダーのファンデーションよりもそうなんです。そこがまず問題。2つ目の水分、あともう1つ3つ目、これが
栄養分、皮脂が大好きなんですよね。菌とかたちはアクネ菌も皮脂が大好き、真菌と言われるですね、カビですよね。皮脂が大好きなんですよね。特にね、顔の上にあるカビ菌と言われてるのはマラセチアっていう菌があるんですけど、普通にあります。マラセチアって皮膚常在菌として誰の顔の上にもありますね。普通は悪さをしないです。どころか弱酸性を保って潤いを保ってくれる仲間いますので、マラセチア自体があっても全然問題はないんです。ただこれがバランスを崩して皮脂とともに異常増殖しだすと問題になってくるんですよね。これがですね、実はアクネ菌とかと違ってカビなので、ニキビの治療をしても一向に治らないっていう特徴があります。マラセチア毛包炎っていうニキビっぽいですよ。よくできるところはね、胸とか背中にブワーッとできてる、こうブツブツブツってきてる、あれ一見ニキビかと思うと実はマラセチア毛包炎のことが多かったりするんですけど、顔にもできます。皮脂がすごく好き、あといつもはいいんですけどバランスを崩すことによってですよね、皮脂がよく出る時期になってくると出やすくなります。皮脂が分解されて有利脂肪酸っていうのに変わり、それが酸化して過酸化脂質になってきます。それがですね、かなりの強い過酸化脂質になってくると炎症を起こすね。それと相まって結構な悪さを働くものになってきたりするんですよね。でそのマラセチア毛包炎ってものすごく治りにくいし、皮膚科に行ってもニキビだと思われてニキビの薬を出されると一向に治らなかったりします。一向に治らない、おかしいなって思ったらマラセチア毛包炎を疑ってみるっていうのはありだと思いますね。抗真菌剤とかっていうとカビに効く薬ですね、そういうのを出してもらったりとかして、こうドクターとねよく相談しての上だと思いますけど、どっちか見分けがつかない時があるんですよ、本当に。あと混ざってる時がある。普通のニキビとマラセチア毛包炎が混ざってる時とかあるんですよ。結構難しかったりする。どっちをやってもすっきり治らないとかですね、こういうものを引き起こす温床になってしまうっていうことですよね。クッションファンデがそのね、顔の上に乗っかってるものをクッションに移すっていう、それを洗わないで放置するっていうことが結構怖いことです。普通のパフだったらしっかりと洗えばいいんですけど、クッションファンデってそういう落とし穴があるっていうことですね。それをね一つ覚えていてほしいなと思います。じゃあどうしたらいいのかっていうと、まず顔にニキビが出始めた瞬間、今使っているもったいないと思いながらもクッションファンデは捨てた方がいいです。洗ってもダメだ、そうなってくると。パフを洗ってもダメです、クッションに移ってるので。それをね結構メーカーさん側もねよく実は知ってるんですね。すぐ使い切れるように容量がものすごく少ないはずなんですよ。だからよくみんなコスパが悪いって言ってる人がいますけど、それは長持ちしないようにあえて作ってるんです。1ヶ月以上使わないでくださいみたいな暗黙のメッセージが出てるんですよ。できれば1ヶ月以内に使い切る。あと肌にニキビが出始めた瞬間、もうこれはって思ってピンときて、そのクッションファンデはもう洗ってもダメなんだなと思って捨てることですね。買い替える方がいいです。あとはですね、パフを洗うのはもちろんなんですけど、トラブルが出ないうちは使っていてもいいんですけど、出たらすぐ捨てるかですかね。それが一番いいですかね。深追いしないようにしてくださいね。あとはニキビかもしれないし、もしかしたらマラセチア毛包炎かもしれないっていう2択、全く対処が違いますので、似て非なるものですから、全く違うもの、ニキビとマラセチア毛包炎、それをまず覚えておいていただくといいかなっていうふうに思います。だから皮膚科に行くんだとしても、どっちがどっちかがわからないから、まずどっちかをやってみると思うんですけど、それをねご自身でもうちょっと頭の中に入れておくといいかもしれないですね。ということで、クッションファンデ、実は怖いトラブルが潜んでるよっていう、その怖いトラブルっていうのは普通のリキッドファンデーションやパウダリーファンデーションにはない怖さっていう独特のものがありますよっていうことですね。基本的には私はどのファンデーションもおすすめじゃないんですけど、特におすすめじゃないのがクッションファンデになります。エステティシャンだったら誰に聞いても同じ答えを言うんじゃないかなっていうふうには思います。ぜひ参考になさってみてくださいね。皆さんのねお肌を守るのは皆さんの知識がすごく大事になってきますので、ぜひ自分のねお顔にシグナルが現れたらすぐそこを見極めて変えるようにしてくださいね。はい、というわけで今日はこの辺で。では皆さんさようなら。ご視聴いただきありがとうございます。いいなと思ってくださった方はグッドボタンをお願いします。最新の動画をご覧になりたい方はチャンネル登録をして隣のベルマークを押すと新しい動画を見逃しません。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。